おはようございます。岩崎です。私は今ここにいます。じゃじゃーん。大山ケーブルの駅です。ということでこれから今日は大山を目指して登りたいと思います。いや春と夏にしか登ったことがなかったので、このちょっと冷たい寒いキーンとした澄んだ空気の中登ってみたくて選んでみました。そして今回はこちらスントのバーティカル2を身につけて登っていきたいと思います。いやこれスマートウォッチ、スポーツウォッチ半月使ってみましたが、いろいろ機能があってめっちゃ楽しいので、それも踏まえて登りながらお話ししていきたいと思っています。それでは行ってきます。はい、ということでケーブルカーに乗って阿夫利神社の駅に着きました。いやーちょっと下は晴れてましたが、やっぱちょっと曇っています。ちょっと真っ白です。でも登っていきたいと思います。実はこの大山は日本三大獅子山の一つと言われています。山岳信仰と結びついた獅子信仰が今も残る祈りの山なんです。獅子は魔除けや雨乞いの象徴。かつて人々はこの山に雨を願い五穀豊穣を祈りました。ただ登るだけでは見えない物語がこの山には静かに息づいています。そう思いながら歩くと景色の感じ方が少し変わる気がしませんか？はい、ということでそろそろ登山口です。じゃじゃじゃーん。はい、早速登り始めたいと思います。そこでですね、これ登山モードで行ってみます。まず電気つけます。スライドさせます。そして登山のアプリ、そしてこの GPS 今検知しています。で GPS マークつきました。そしてナビゲーション、そしてこのルートで事前にヤマップから大山のルートを取り込みました。タップ、そして横のナビゲートでここでスタート、始まりました。今の高さでルートでこう上り下りと見えます。で最初の画面に戻ります。早速ですね、大山はですねいきなり急な階段があるので、ちょっといきなり心拍が爆上がりすると思います。ひょほぼ壁なんですよここいきます。はい、まだいけます。はい、半分階段で心拍めっちゃ上がってますね。先ほど阿夫利神社で
もう下山してきた方がいたんですけど、1000メートルぐらいから雪が積もってたよっておっしゃってたんで、ちょっとそこら辺も楽しみです。はいはい、こうしてつづら折りで登ります。よいしょ。はい、この大山はですね、阿夫利神社から山頂までは約500メーターぐらい上がります。一応休憩なしで往復3時間のコースです。初心者にもトレーニングとか慣れた方にも楽しい山だと思います。でも私、小学校の頃両親と登ったんですけど、それで登った時はもう一生登らない山なんてって思った気がします。でもこう年を経てなんでか登りたくなるって不思議ですね。あんなになんか疲れるのは嫌だと思ってたのに、今は自分から喜んで登ってるっていう不思議です。不思議な魅力があります。でもやっぱり気持ちいいですね。自然の中を歩くのはちょっと雪こういう季節の移ろいを感じれるのも山ならではだなと思います。でも本当に初心者にもおすすめと言いましたが、初心者で初めてだよっていう人はちょっとびっくりすると思います。結構しっかり登るし、しっかりきついです今絶対ほら見えるかな、ここ黄色くなってます。心拍数上がってます、いやでも山登りのこの心拍の上がり方はすごいですね。スポーツジムでやる何よりも一気にグッと上がりますね。それは疲れるわけだ、そしてそれが快感になるわけです。よいしょ夫婦杉、左右同系の巨木で樹齢500〜600年を経ている縁起の良い大木である。初めて登った時はここでもう結構疲れてた気がする、よいしょ、よし、あOK、大柄のよいしょ、はいはいはい、よいしょ、キュッキュッキュッとキュッと OK、 いきます、
はい、ということで着々と登っています。このスントのバーティカル2、最近毎日のようにしてるんですけど、よく使っているのはこの3つです。まずは睡眠ログ。ちゃんと寝たつもりでも深い睡眠が少なかったり、心拍が高かったりすると、あ、今日は無理しない方がいいかもと気づけるんですよね。自分の体の状態を客観的に知ることができるのがとても助かっています。次にスポーツログです。登山だけではなく、私はスポーツジムでダンスや筋トレもするので、その記録も残しています。運動の強度や心拍の推移が後から見られるので、今週はちょっと追い込みすぎたなとか、意外と余裕だったなとか振り返ることができるんです。山もジムも含めて体調管理の記録として使っています。そしてストップウォッチです。実はこれ家でもよく使っています。お料理の時間を計ったり、ちょっとした作業の目安にしたり、シンプルな機能なんですが意外と出番が多いんですよね。派手な機能というよりは日々の中で自然に使えて、自分の体や時間をなんとなくではなくきちんと知ることができる、そんな時計だと感じています。はい、ということで上がってきました。ちょっと雪がちらほらと。今880メートルです。着々と登っています。まだでもこんだけ、この中のこんだけですまだまだです。気持ちいいね。でも今10時56分です。標高は917メートルまで上がってきました。まだ4分の1ぐらいです。山頂までちょっとのんびりしすぎましたので、ペースを上げていきたいと思います。おー、天狗の花月岩、懐かしい。ここに天狗が花ついたんじゃないかって言われているらしい。この花の大きさだと顔はこれぐらいかな。今11時8分で、標高は984メートルです。まだ半分弱ですいつもの感じでゆっくりな感じで上がっています。はい、なんか今ちょっとパラパラと雪が舞い始めました。全体的にもわーっと白くて、なんかこれはこれで綺麗です。行きます。よいしょ。よし、お、ベンチ。あ、懐かしい。ということで、ここは富士見台です。多分富士山がこう見えたんだと思います。なんか以前来た時、ここからすごい綺麗な富士山って言った気がします。今日は真っ白です。でもなんかこの小雪がちらついてて、これはこれで本当にしっとりと静かな登山ができていますねそして1000メートルを超えたら一気に寒くなったんで、これをここまで上げて、引き続きあと半分上がっていきたいと思います。でもですね、春夏より全然楽に歩けています。来ます。よ
言った後に石ころにつまずいてる。何が楽に歩けてるじゃん。よいしょ。どうしようかな。上脱ごうかな。やっぱりパーカーが便利かもしれないですね。はいはい、急いで、寒いから急いで。よしよし、はい綺麗。めっちゃ便利。もうよいしょ。ちなみに今日は7キロでした。シャキーン。あともうちょっと。今1106メートル。じゅんはい、上がってきました。そしてね、これは今真っ白ですけど、雪も降ってますけど、結構すごい寒いとこでも耐えれます。濡れても平気です。あとちょっとって分かんのもいいですね。これね、あとちょっとっていうのが可視化できます。はい、いきます。あと600メートル、あと3分の1です。いきます。いや、結構元気です。体力的にはよれっとしましたけど。でカチッとこうか。だんだんちょっと雪も多くなってきてワクワクし始めました。はい、行きます。はい、ということでだんだん雪道になってきました。いやちょっといつぐらいからチェーンスパをすべきか、しなくてもいいのか。でもしなくても大丈夫だよっていう人もいましたが、やっぱ何人かの方はチェーンスパしてましたね。こんな感じ、まだ平気かな。こんな感じなんで山頂からの景色はなさそうです。今年も雪の中を歩けて満足です。よし。よいしょ。はい、こんにちは。はい。ということで、分岐矢櫃峠と大山山頂の分岐です。ということで、ルート間違いの検証をしたいと思います。ちょっと山頂はこう右側なんですけども、ちょっと反対側ルートをそれてみようと思います。ちょっと行ってきます。はい、ルートをそれて歩き始めました。さあどうなるでしょうか。よいしょよいしょ。明らかにそれてるよっていうのは分かります。ね、よいしょよいしょ、こんな感じで。いやこれはとても便利ですね。ほんと毎回ヤマップ見て立ち上げて、ああ間違ってるとかなるので、はい、ということでここちょっと今間違えて進んだんですけど、いつもだったらこう携帯見て場所確認してっていうところが、ここの分岐のたびにこうパッと見て
ちょっと進んでもう一回見てするともうすぐ自分の位置わかるんで、これで道迷いがなくなると思います。とても便利です。はい、ということで真っ白になりましたが、あと残り300メートルです。いきます。今はあはあ言ってんなと思ったらもう155まで上がってるから、でもあれ1216メートル、もうついていると言っても過言ではない。よいしょ。よし、ああ、よいしょ、お邪魔します。はい、今すれ違った方にもうこの上はもうバキバキに凍ってるんで気をつけてくださいって言われたんですけど、もう本当にもうツルツルでちょっとその帰りはちょっとチェーンスパを履こうと思います。すごい滑ります。はい、ということでいよいよでーん、じゃん、着きます。この最後のツルツルで転ばないように上がっていきます。あ、なんか幻想的だよ。宮崎アニメみたいだよ。はあ、よいしょ。はあ、はい、ということで山頂です真っ白けっけです。でもすごいめっちゃ雪がカチカチです。ツルツルです。ちょっとまずは1話の表札の標識、これ危ないな。はい、ちょっとここで転ばないように。はい、よし。なんかいいですね、この感じ。真っ白ですけど着いたーイエーイというよりもなんかじんわりと山頂だっていうのをかみしめられる感じ、いいですね。あ、ちょっと待った、これね、奥の院、はい、ひとまず着きました。展望所、こっち行ってな。お手洗いのとこかな。はい、ということで大山山頂1251メートルいただきました。シャキーン、真っ白。よいしょ、よし。機械音痴な私でもいろんなボタンを押していたらいろいろ分かって簡単です。そして楽しいです。やっぱ登山にすごくいいですね。
登ってる場所もわかるし、地図も出るし、あとどれぐらいもわかるので、この自分の登るペース配分もできるので、初心者の方とかも特に使いやすいと思います。やっぱ闇雲にね、今までこう登ってたんで、山アップ一本頼りだったんで、充電がすごい気になってたんですよ。いつもバッテリー持ち歩いて、で何回も充電してたりしてたんですけど、これはすごいバッテリーの持ちもいいので、その心配もなく、携帯も充電が減らない、これのバッテリーも安心ということで、すごくいいです。それから意外と便利なのが LED ライト機能です。明るさを段階的に変えられて、思った以上にしっかり明るい。山小屋で手元を照らしたい時など、ヘッドライトを出さずに済むのは助かります。そして天気変動や日没を知らせてくれるアラーム。山では天候や時間の変化がとても大事なので、もう一つ判断材料があるというのは心強いです。こうした細やかなサポートがあることで、山でも日常でも落ち着いて行動できる、私にとっては安心のための時計です。ということで、いろいろ楽しい機能を紹介してきましたが、このデザインもとても、この大きいフェイスとこの物理ボタンが3つっていう、とてもミニマムなデザインで、それがとても使いやすくて、かつかっこよくて、とても気に入っています。はい、ということでちょっと休憩もしたんですが、寒いので下山します。チェーンスパ履きました。安心感あります。いきます。寒いです。めっちゃ寒いです。そろそろゴールです。目的地に到着で終了。最高に良いビロリン。はい、で今日の工程が出ます。心拍数おおむね良好、カロリー582メートル登ってます。ということで無事に下山してきました。いや、久しぶりの大山だったんですけれども、今日ちょっと雪が残ってて、山頂の方はかなり雪だったんですけど、夏よりもすごい歩きやすくて、はい、冬の登りたいと思っていた冬山登れてとても満足でした。いやー疲れましたが楽しかったです。そして今回はこのスントバーティカル2を身につけての登山でしたが、いやこれも10年ぶりのスマートウォッチだったんですけれども、やっぱすごい新しい機能がたくさんあって、まだ全部使いこなせてないぐらい多くて、登山はすごい道も分かりやすかったですし、操作も簡単ですごい使いやすかったです。これから、日常でも全然普通におしゃれウォッチとしていけるなと思いました。もし気になる方がいたら概要欄チェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねボタン、そしてハイプをしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。